できたぞ。ついにできた。この世に生まれた最強デッキ。マネ環境を暴れたということで今回はデッキで優勝していくわね。デッキですとは相手のデッキのカードを墓地へ送ってしまってカードをドローできなくして勝利するっていう性格の悪いデッキですね。これ相手にされると僕めちゃくちゃ嫌いですね。なので今回は僕は使って相手を倒していきたいと思います。まあ対戦ゲームは痛いところついてなんぼなんでね、まあルールを守った上でですが、そしてさらに言うならばこの今使ってるテフェリーっていうプレインズオーガーなんですけども、下手な悪役よりもうさんくさい性能していて、まあこれも性格が悪いんですよね。そして無事にジェイスへとつなげていく。ジェイスの効果でドローしつつ相手のデッキを削っていきますよ。そしてテフェリーは1枚ドローして1枚捨てる。なんとこのテフェリーの効果、うさんくさいことにこれだけ相手ターンでも発動できるんですよ。おかしくないですか？そして相手は長老ガーガロス。ガーガロスはアタックするだけでトークンを生み出したりとアドを生んでくるんでちょっときついですね。まあそんな時もテフェリーがやってくんですけどね。テフェリーの代の効果によってクリーチャー1体をターン終了時まで存在しないものとして扱う。まあガーガロスが攻撃しちゃった後なんでトークンが生み出されちゃうんですけども、まあ先にこれを発動しちゃうと別のクリーチャーで殴られちゃうんで、まあここは仕方ないですね。でここでテフェリーの貢献を置いてきます。貢献の効果で1枚ドローするために相手のデッキを2枚削れることができます。いやー、テフェリーはどのカードでもいやらしい。なんだこのカード。はい、真面目な身代わりくんが墓地を真面目に探してくれました。シンプルに強い効果の真面目くん。テフェリーがまた1枚ドローして1枚伏せる。一見アドを取ってないように見えるんですけども、もうテフェリーの貢献を張っちゃったんでね、もうドローするだけで削れるんですよ。汚いな。さすがテフェリー汚い。相手は、工作で土地を出してきて、巨人でさらに土地を加速させる。まあここはテフェリーさすがに持たないんで、ここはジェイスを殴ってくるやつをちょっとなかったことにしてジェイスを守りますね。そして身代わりくんがブロックして亡くなったことで言ってカードを1枚ドロー、そしてドローしたので相手のデッキを削っていく。いやー、なんていいらしい。相手は殴り合いをしやがれと思ってるでしょうね。なら見せてあげるよ、このデッキの本当の姿を。時空のうねりを貫いて時計塔の魔物よ、今目覚めよ。いでよ伝説の吸血鬼、宝刀の憑依者。宝刀の憑依者のフォーク発動。君の墓地にカードが置かれるたびに自身にプライチカウンターを1つ置く。ジェイスもテフェリーもこいつのお膳立てに過ぎねえ。デッキですももう知らねえ。ただ憑依者の威力解くと思い知るがいい。相手が出してきたのは巨人。そしてサーチするのはキングコング。さらに憑依者には反魂能力を持っているためバトルした時自身のアタック分だけ僕のライフを回復させる。さらにここでダメ押しにもう1本テフェリーの追加だ。効果はもちろん分かっているよね。僕がドローをするたびに君のデッキは削れ、憑依者の力は増していく。
わかるかい？憑依者はまさに君のデッキの命を吸って力を得ているのさ。見たか、これが伝説的クリーチャー、王道の憑依者の実力だ。まだだ。脱出を使ってさらにドロー。僕がドローしたっていうことで君のデッキさらに吸わせてもらうよ。そして憑依者には飛行能力を持っているが、君のフィールド上には飛行するモンスターも飛行モンスターを止める到達モンスターも存在しない。つまり憑依者でダイレクトアタックさせてもらうよ。そして憑依者は攻撃した瞬間、相手の手札を1枚捨てる効果がある。対戦ありがとうございました。まあこんな感じで、このデッキは相手のデッキ破壊を狙いつつ、本命は相手の手札、フィールド、デッキから墓地にカードが送られた時に自身を強化する冒頭の憑依者の能力を使って自身をすごく強化して相手にダイレクトアタックを決めるっていう奇襲戦法のデッキだよ。そして相手の使ってるデッキは正気泥棒。正気か？いやー、これめちゃくちゃいやらしいんですよね。しかも2匹かよ。正気泥棒の効果はまあ敵プレイヤーにダメージを与えるとですね、相手のデッキの上から3枚めくって1枚盗んでいくんですね。でかつ盗まなかったカードは墓地にこれいらないって捨てていくんで、キーカードをめちゃくちゃ盗まれるし、デッキに落とされるし、もうほんとしんどいっすね。お、でもなんかいい感じにテフェリーに釣られましたね。これは美味しい。いやマジでもうダイレクトアタックされ続けるともうやばいんで、テフェリーには犠牲になってもらう。犠牲にな。てか耐える、やっぱテフェリーの耐久がおかしくないか。ここは1枚ドローして捨てるのは、これ墓地で後悔を起こすカード分も入れてるんでね。それを捨てて、まあなるべく無駄にならないようにって感じにしてますね。そして、まあ、苦し紛れにアショクの相手のデッキを4枚削って、さらに墓地のカードを全て除外するっていう。まあ、すごくいやらしいんだけど、正直、なんか、俊足で出てきたぞ。こっちのターンに。いや、本当に、青のカードはどれもいやらしいカードが多いですね。これ、勝ち目あるかな？何か策はないのか？無理だ。ただでさえこのデッキは、相手のデッキを削ることに特化してるんだ。相手の正気泥棒を止める術などない。無理だ。早くサレンダーして次の試合無理だ。いや、策はある。思い出すんだ、このデッキのエースモンスターを。飛行持ちクリーチャーを。プレイヤーがデッキを信じれば、デッキはそれに応えてくれる。応えてくれ、僕のデッキ。まだ戦慄衆の式の効果。墓地から任意の数のクリーチャーを復活させ、そのマナコストの合計分のダメージをライフで受ける。13点のダメージだが、なんてことはない。そして迷える思考の壁が戦場に出た時、相手のデッキから4枚墓地へ送る。それが3体、合計12連だ。その12枚は全て高等の憑依者の糧となる。削ったライフは憑依者の反魂で回収可能。これが僕のデッキの力だ。